とるんで、余手なんかもね見えます。ほぼ硬い方ですね。光の後なんですよね、これね。すぐっちゃうんで。やめて。やった嬉しい。朝一番目から奇跡。こういう方へ来ると爪がちびるんでほんと来たくないんですけど、近年はですね来なくて済んでたんですけど、ダメの中ばっかりやってればいいような感じで、今年は久しぶりに下手で硬い方今度いけませんね。だんだん硬い方へ寄っていってますけど、傷かもう逃がそうか。海の中なら生きれるかも。硬い方はあんまりエビもいないですよね。であんまり硬い方へ行くとイダコもほんとちっちゃいやつ、こればっかりになりますね。楽でいいんですけど、ベースになるものがいないんですよね、硬い方。あともう寒くなったんで、2月になったんで、名古屋風土も全然見えなくなりましたね。逃がせれるか。さすがにカモメも食わんと思いきや食ったりするんですよね、これ。さすがにする。と思わなかったんで、ほんま嬉しいですよね。硬い方なんで、だいたいもうこういうとこ来たら無事に入らないんですよね。お無事、傷もなく。あ、でもちょっとでも大丈夫か。足がやっぱ欠けてますけど、硬い方はもう刺しちゃうんですよね、カニ。お、でも傷なさそう。よかった。全然他のもんあんまり入ってなくても、これさえいれば OK。怖い。やっぱりやりました。よいしょ。めっちゃいいもんか。諦めて場所変えたらこんないいもんがびっくり。一番いい時期だけありますね。自分にはちょっと油がきつすぎて3切れぐらいしか食べれませんね。あまりに良すぎて。今年取った中で一番でかいんじゃないでしょうか。1キロサイズ。これだけでも嬉しいのに、もう女神やん、こんなん。すごー。1キロないかな、900ぐらいですかね。あ、ちょっと打ってる。やっぱり寒い時なんで潜ってますからね、仕方ないですね。当たってくれるだけでも嬉しい。爪だけでももう食い応えありそうですね、これ。すごいな。これサムネでしょ。
こっちになんかでかい、ものすごくでかい下駄もおったんで、これで3棟でしょうね。挟んじゃったけども、これはおかずで OK です。でかい、本当にでかい。なんかあと飯田も結構すごい。そうそう、これにもう子が入りまして、この間食べたらうまかったですね。子が入ったらやっぱ美味しいですよね。もう全部おかず取ってます。この辺山椒ウニがうじゃうじゃ湧いてたとこなんですけど、減りましたね。減ったというかもうほぼ見なくなりましたね。まあもうちょっとね、東に行けばまだうじゃうじゃいるとこあるんですけど、前ドンにしたんですよね。いつかまたねパスタ作ってみたいと思います。これでラッキー。今日2つ目っすね。よいしょ。おー、いった。肉厚。わあ、これはいい。本当に入ったばっかり。よいしょ。これは肉厚。ちょっと最近痩せたのばっかりだったんで、久しぶりに肉厚見ましたね。チヌは当然肉厚。今はもうブリブリです。これ嬉しい。これは嬉しい。まあカニの方が嬉しいですけど、カニとヒラメが両方取れたことが嬉しい。おお、カニダブルの次はヒラメダブル。信じられない。どっちをサムネにしようか悩みますけど、やっぱりカニでしょうね。ちょっと泥めっちゃ食ってたんで貝殻すくってますけど、だからね余計何も入ってないと思ったんですよね。こっちの網はもう泥まみれだった。これも太ってますね。こっちの網は泥まみれだったんで、これもでも入ったばっかりですね。セットでいたんかな。これも肉厚っすよ。本当に寒ビラメ一番美味しい時。よっこいせ。ヒラメだけ先。海苔が突き出しましたね。たまにあれ取って持って帰って洗って食べるんですよ。佃煮にして激うまっす。本当に激うまです。めっちゃ珍しいものが見えましたね。学童メバル、珍しい。こんな大きいの取ったことありますけど、ソイですね。ソイ、こんなとこで取ったことないですけどね。海苔の周りでここで初めて見ました。どうしよう、おかずにしてもいいけど逃がしてあげるか。あんまりにも可愛いんで逃がしてあげましょう。おい、あ、死ぬかと思ったらね、これも逃がしてあげましょう。おい、さっきよりもさらにもう一丁買え。海苔のセットです。これがオカベタ。
ももサイズ、女性の大きいですね、ほんまに。よし、これです。これいいとこだと思ったでしょ。違うんですよね。これも教えてもらいました。これブヨブヨなんですよね。ちょっと見た目でわからんと思いますけど、もっとねブヨブヨなやつがいます。もう本当に水ぶくれしたような。これもでも多分そうですけど、イイダコモドキっすね。ちょっとブヨブヨなんですよね。もう少し分かりやすいやつがいたら紹介しますって言おうと思ったらいました。もうブヨブヨなの見て分かりますよね。これですね。これイイダコモドキですね。イイダコではないという、こんな格好してね、イイダコではないという、もう触った感じがもうブヨブヨです。もう色が変わった時にこのブヨブヨ感が伝わってると思うんですけど、 GoPro さん次第ですね、伝わるかどうか。これ中間ベタです。オカベタ、中間ベタ、オキベタ。昼過ぎです。爪にかかってしまいまして、こんな大きなゲタがおかずとなりました。これは母のおかず。ではあと数番やって帰りたいと思います。ずっと渋い日がついてたんですけど、なんか今日は太陽出て明るくなってなんかいい感じですね。太陽出て明るくなって暖かくなったのがいいのか、今日はほんと久しぶりにいい感じです。感じって言ったらあんまり何もいない。塩かな。あまりいい時間帯ではないっぽいですね。ではこれでラストです。ゴミも片付けました。パワーでゲタは結構多めに入りましたね。さすがユーマジで。このオレンジの時やっぱよう入りますね。ただ前回のようにヒラメとかカニが来るようなことはなかったですね。今日はまあ前半で取れてるんで全然いいですけど、というか今日かなりいい方ですね。ではこの太陽のエビを拾いながら寄島に帰りたいと思います。お疲れ様でした。毎日渋い日が続いてますね。はい、本日も渋い日ですか。なんと今日は結構良かったです。やりました。お、タコイイダコだけでもすごい、結構おるが、久しぶりにこの潮がいいんでしょう。やります。天気も良かったしな。天気がいいことが多分大事なのかな。曇ったりしたら本当なんか入らん。寒かったり曇ったりとか。でちょっとヒラメがどこにおるか分かりませんけどさ。やりました。3匹も。はい。ほんでカニのどでかいの。多分今度一つの中で一番大きい。おそらくですが、今度おお、マジで一番大きくなかった。すごい。
でも潜っとるけどな、さすがに。これオスちょっメス？とな。ああ、ちょっと怪我してください。そうなんや。これが残念、これとこれがな残あー念。しょうがないわね。入ってくれたわけだから。ほんまじゃ元気でいてください。あなたこれオスかメスかわからんのです？メスです。わかったんか。開ければどっちやねん。はい。裏を見ればわかる。表からはわかいいだこたくさんいるんで、る。はい。いいだこ食べましょうか。はい。あと芝居ではたくさんあります。はい。でも芝居では今日は食べません。はい。はい。お疲れ様です。お疲れです。はい。お疲れ様でした。はい。皆さん今日もお疲れ様です。夜市いただきます。ウィルキンソンでお疲れ様でした。うまい。里芋とイイダコを一緒に炊くって煮るって教えていただいたんでやってみました。これは思いつかなかったですね。イイダコはもうイイダコだけでずっと子供の頃から食べてました。聞いた瞬間もうまそうと思ってやってみました。里芋いただきます。里芋美味しいと思い出したのは何歳からでしょうか。もう最近の話ですね。里芋ってどうやって食べるぐらいに思ってましたけど、今2月ですが、2月の頭ですが、まだやっぱちょっといいが小さいですね。でもですね、昔に比べたらこれでも2月の頭でこのいいが入ってること自体がもう驚きなんですよね。いいって普通3月からでしたっけ。頭ごといただきましょうか。もう頭の中に突っ込んでいただきます。里芋と一緒に。合う。おー。里芋と合う。これは定番メニューにしてもいいかもしれない。青色を添えれば、そうね、青のり。でも山椒とかも結構アクセントにいいかも。これ出せれますね、本当にメニューで。里芋の美味しさを知ってしまった方にはおすすめです。若い方はちょっと里芋あんまり好きじゃないでしょうから。緑がないんで緑だけ先に足しておいて、では丼を作っていきます。今日も平らぎタコ、里芋。これはもう時期が一緒なんでどうしても同じようなものになりますけど、でここでちょっと夜市をおかわりいただきまして、ベイカーも粉が入ってるので、これ皮がむけてますけどね、ちょっと泥が入ってるやつは商品にならないので、こう泥取ったら皮が取れちゃうんですよね。でおかずに取ってます、泥が入ってるやつは。よいしょ。西貝もがいと、もう大体同じようなものが取れてますんで同じようになりますけど、今日の塩はこちらでいきたいと思います。皆さん知ってますか、能登の浜塩。もう自分が知る限りこの塩だけちょっともう別格の塩ですね。別格って言ったらなんか他の塩に失礼ですけど、この塩だけちょっとなんかちょっと他の塩と比べれない違う塩です。これだけ本当に別物って感じですね。これだけ震災があったのでですね、もう手に入らないんですけど、ふるさと納税で手に入ってたんですけど手に入りません。被災地の皆さん一日も早い復興をね願っております。重要無形文化財に指定されております。もう本当になんかもう別格って言ったらなんかちょっと他の人に失礼なんで、なんて言えばいいんですかね。もう表現難しい。も食べていただくのも一番早いですけど、この塩だけね本当違うんですよね。本当にいただきます。平らぎが美味しいのは当然なんですけど、本当もう塩がもうどんな料理にも合うし、他の塩は塩が美味しいって感じなんですよね。その塩の味になるんですよね、この料理が。塩もうなんて言えばいいかな、本当に難しい。でも能登の浜塩だけは素材の味を最大限に引き出す塩です。本当にもういっぺん食べていただきたいですけど、もう一度この塩を味わったらですね、もうその沼から逃げれません。本当にもう奇跡の塩だと思ってます。自分は世界各国でですね美味しい塩っていうのを取り寄せて食べてますけど、これだけなんかちょっとこの塩とこの塩はこういうのが違いますよとか、あの塩とこの塩は
こういうとこが違いますよとかいうのがあるんですけど、これだけね比べられないですね、本当に他の塩と。なんかもう本当違うところにいるんですよね。まあ一つだけ言えるのは、素材の味を一番引き出してくれる塩です。本当に素材の味がもう好きだという人はですね、ぜひこの塩で試してもらいたいですね、本当に。まあ丼の紹介というか塩の紹介になってしまいましたけど、今回もご視聴ありがとうございました。